コウイカはエギに対してすこぶる良好な反応を見せます。餌釣りとは異なり、エギングならフルキャストも安心して行えるため、釣り場の広大なポイントをスピーディーにチェックするには好都合な釣り方です。遠投性に加え、胴付き仕掛けを駆使することで、時に餌釣り以上の釣果を得ることも可能です。コウイカを本命に狙う方はもちろん、アオリイカを狙っているが、コウイカが釣れる方にとっても参考になる授業となります。本日の結論です。餌がたまるボトム狙い。本日の目次です。定性性が強いコウイカ。シーズンとフィールド。アオリイカ用タックルが流用可能。エギの揃え方。主なポイントは餌場。ポイントに合わせた仕掛けを使い分け。海底でアクションをつける。墨を履かせて取り込む。それではこの8つについて解説していきます。定性性が強いコウイカ。コウイカは本州中部より南に生息するコウイカ科のイカです。漢字でコウイカと書くように胴の部分にある石灰質の殻が甲羅のようになっているのが特徴です。地域によっては墨イカ、ハリイカなどとも呼ばれますが、これは吐き出す墨が濃厚で大量であることと、甲の先端が針のように尖っていることに起因します。コウイカは胴の部分が丸いため、泳ぐことは得意ではなく、生活範囲はほぼ海底付近になります。アオリイカなどと比較して定性性が強いイカだと言えます。また、沿岸性が強いのも特徴で、内湾の浅い海を好みます。寿命は1年で、産卵期は晩春から初夏の頃になります。浅場の海藻に卵を産みつけます。サイズはさほど大きくはならず、春の親イカでも同長 18cm から 25cm ほどであり、秋から冬にかけて同長 15cm から 20cm 級がアベレージサイズになります。餌の小魚をイカ掛け針にセットした胴付き仕掛けによる探り釣りが広く行われており、遊漁船では天矢にシャコなどをくくりつけたしゃくり釣りもポピュラーです。ただ、コウイカは餌への執着心と同じくらいエギなどの疑似針への反応が良いことから、現在はエギングで狙う人もとても多いです。当然のことながら、エギングなら餌の調達は不要です。また、アオリイカ同様のエギング重宝のみならず、餌釣り風の胴付き仕掛けを取り入れることで、様々なポイントを攻略することが可能になります。エギングでは餌釣りと異なり、誘って抱かせるのが醍醐味になります。仕掛けを積極的に動かして誘わなければ当たりは出ません。その反面、ヒットパターンを見つければ連続ヒットが味わえます。その手軽さと対応力の高さがエギングの人気の理由と言えます。なお、コウイカの仲間にはモンゴウイカやシリアケイカもいます。モンゴウイカは同じく定性性が強く、コウイカ狙いのエギを抱いてきます。最大で同長 30cm、1.5kg にまで成長します。コウイカ狙いのエギングでこれらも釣ることができ、いずれも食べて美味しい、嬉しいゲストになります。シーズンとフィールド。コウイカ釣りのシーズンは新子が成長して同長 15cm 以上になる秋以降の9月から12月にかけてと、産卵を控えて親イカが接岸してくる春から初夏にかけての3月から6月が好シーズンとなります。親イカは産卵後死んでしまい、他の生物の餌となってしまいます。コウイカ釣り場でコウイカの殻がぷかぷかと水面に漂うようになると、ノッコミシーズンは終盤を迎えたと言っていいでしょう。また、大きな河川が隣接するフィールドでは、梅雨入りによって増水、河川の濁りが回り始めたら、ノッコミシーズンは終了となります。コウイカの主な釣り場は、干潟エリアを含めた内湾の浅い海になります。底質は砂泥地のエリアがいいです。これは、コウイカは危険を感じると海底に潜って避難する習性があることと、比較的潮流が穏やかな海域を好むことが理由です。また、アオリイカよりも内湾性が強いため、身近にある小さな漁港や埠頭も
高以下の高釣り場となり得ます。逆に外洋に面したところや潮流が速いところでは高以下がいる場合とそうでない場合がはっきりしている傾向があります。具体的なフィールドとしては漁港、埠頭、小磯、干潟にある護岸などになります。特にベイトフィッシュ、餌となる小魚が溜まりやすい漁港は秋の高釣り場です。多少水深が浅くても沖向きにキャストして狙うことが可能です。足元から水深がある埠頭は秋以降も良いのですが、特に春の産卵期のポイントとして有望です。長期が伸びた年には6月の梅雨入り前まで釣れ続くことがあります。足元のみでも十分に狙えるフィールドです。小磯も春、秋ともに狙えます。高以下狙いで入る人が少ないため、ベイトフィッシュが接岸するタイミングに当たれば、2桁釣りも珍しくありません。砂泥底にある小磯は重点的に探ってみましょう。干潟エリアでは護岸や突堤など少しでも周囲よりも水深があるところを探すのが鍵です。遠投が必要になるため餌釣りでは探りづらく、アオリガが釣れないエリアではエギングをする人もいません。そのためほぼ竿抜け状態になっていることも多いです。春、秋の高以下シーズンにぜひともチェックしてみたいところです。高以下のエギングが有効なフィールドのまとめです。漁港、高以下釣りの定番フィールドです。堤防上に墨跡が見られるところは実績も十分です。潮流のよれができやすい堤防の外向きや先端付近が有望ですが、足元から水深が深いところでは内向きもいいです。港内の透明度は低い方が望ましいです。埠頭、大型船が停泊できる水深6メートル以上の埠頭が狙い目です。特に足元の捨て石に泥がかぶっていないところは海藻が繁茂しやすく、春の乗っ込みポイントにもなります。沖は平坦な砂泥地底であることが多いので、遠投して広く探ることが肝要です。小磯、小磯は今後さらに開拓されていくフィールドです。アオリイカの実績がない小磯は釣り人も入らないため、高以下狙いに関しては手つかずであることが多いです。特に潮通しの良い海底が砂泥地底である小磯は実績がなくてもチェックしてみましょう。干潟の護岸、干満の潮位差が大きい地域では、干潮時に海底がうっすらと見えるところでも満潮時になれば高ポイントになることがあります。ただし少しでも深いところを狙いたいので、護岸されているところがおすすめです。秋の新子のシーズンがベストです。アオリイカ用タックルが流用可能。高以下のエギング専用ロッドというものはないので、アオリイカ用のエギングタックルを流用するのが一般的です。ただ、使用するエギが単体の場合で3号から 3.5 号、ディープタイプも含む。2号から 2.5 号のエギを使用する場合は、2号から4号、約 7.5g から 15g の重りを外付けすることが多いので、ロッドのパワーレンジとしては 3.5 号エギをフルキャストできるものが望ましいです。ディープタイプやティップラン用のエギをキャストするならさらにパワーが必要ですが、あまりガチガチのロッドでは長手にかけます。これらのエギをキャストする場合は、ロッドに負担がかからないようにふわりとキャストするぐらいがいいです。どうしてもフルキャストしたいのなら、4号エギがフルキャストできるくらいのパワーロッドが必要になります。リールはこれらのロッドとバランスが取れるものを選びましょう。ルアー、エギング用なら2500番が最適です。重量が軽く、巻き上げ力が強く、ハンドルの回転がスムーズなものを選びましょう。ラインはボトム付近を釣ることが多いため、ボトム感知能力と当たり感度の良さから PE ラインがおすすめです。ただし 0.65 以下になると根ずれによってラインが傷みやすいので 0.85 以上を選びましょう。リーダーはフロロカーボン製の2号が安心して使える太さになります。なお感度は悪くなりますが、3号程度のナイロンをメインラインに使用することもできます。
リーダーを結節する必要がなく、ねずれもあまり気にしなくていいので、初心者にはおすすめです。エギングの仕掛けは大きく2つに分けられます。1つはエギのみを使用するノーマルエギングと、補助用の重りをステイトを介して装着する胴付きエギングです。胴付き仕掛けの場合、PE ラインを直接親子サルカンに結んでも問題ありませんが、リーダーをセットしておくとノーマルエギングへの移行がスムーズになります。エギングのタックルのまとめです。タックルはアオリイカのエギング用を流用すればいいです。パワー的には3号から4号エギ対応のものが使いやすく、長さは8フィートから9フィートクラスが標準です。リールはダイワ、シマノともルアー用の2500番が適用します。ラインは PE ライン 0.8 号に2号のフロロカーボンリーダーを結節します。伸びの少ないラインを使うことで当たり感度がアップし、エギのアクションのキレも良くなります。コウイカのサイズを考えるとオーバーパワー気味のラインシステムになります。ボトム付近を釣るために目に見えない傷がつきやすくなります。3.5 号エギ対応の8フィート6インチ、3号エギ対応の8フィート3インチのインナーガイドロッド。ガイドのタイプはどちらでも問題ありませんが、インナーガイドロッドは足元に落とし込んでしゃくる場合でもトップガイドにラインが絡まないメリットがあります。胴付き仕掛けに必要なパーツのまとめです。接続具、エギの枝スとステイトを結ぶ親子サルカン10号と小さめのスナップ1番、スナップを使うことでエギの交換がスムーズに行えます。ステイト、親子サルカンから重りまで約 50cm のハリスで結びます。フロロカーボンリーダーやエギからの枝スの2号よりも細めの 1.5 号から 1.75 号を使用します。重り、捨て重りには缶付きナス型重りを使用します。根がかりが少なく海底を感知する感度も良好です。2号約 7.5g から4号約 15g を揃えておきましょう。あると便利なツールを紹介します。プライヤー、シャープナー。海底を狙うコウイカ釣りではエギが傷みやすいので、エギの補修にどちらも必要です。曲がったカンナはプライヤーで伸ばし、シャープナーで針を研ぐことができます。締め具、ブラシ。コウイカもアオリイカ同様、目の間に締め具のピンを突き立てて生き締めします。コウイカは墨を多く吐くので、汚れ落としにエギ用ブラシは必須です。立ちバサミ。墨まみれのコウイカは持ちたくないですよね。しかし通常の魚バサミではつかみにくいです。そこでタチウオ用の魚バサミの出番です。イカが滑らずつかみやすいです。エギの揃え方。これからコウイカエギングを始めるにあたって最初に揃えるべきエギはノーマルタイプのエギです。胴付き仕掛けを使わないなら3号と 3.5 号になります。胴付き仕掛けにも使うなら 2.5 号と食いしぶり用に2号も加えておきましょう。胴付き仕掛け用のエギスってもありますが、これはバリエーションの一つと考えればよく、ノーマルタイプのエギだけでも対応できます。ノーマルエギングのみで急潮流や深場にも対応したいというのならば、ディープタイプやティップラン用のエギをラインナップに加えるといいでしょう。ティップラン用のエギはヘビーウェイトであるという特徴の他に、ラインアイの位置がヘッド上部の背中側にあるため、しゃくり上げたりずる引きしたりしても浮き上がりにくいというメリットがあります。ここではいろいろなエギを紹介していますが、それらすべてがなければ釣りにならないというわけではありません。胴付き仕掛けをメインにするため 2.5 号しか使わないという人もいますし、ノーマルエギングで楽しむためにアオリイカ用の3号から 3.5 号のみで賄う人も多いです。初心者はいたずらにエギの種類を増やすより3号前後のノーマルタイプを使いこなすことから始めてみましょう。カラーは定番のオレンジもしくはピンクを必ず用意し、あとは好みで選べば大丈夫です。コウイカ狙いに有効なエギのまとめです。ノーマルタイプ。
アオリイカ用のエギ2号、2.5 号は単体では軽いので胴付き仕掛けにセットします。単体で使用する場合は3号が標準です。3.5 号は大型狙い。基本的にコウイカには小さめのエギが有効です。ディープタイプ。エギにはディープタイプと呼ばれるものがあります。同じ号数でもウェイトが若干重く設定されているので、潮流の速いところや水深が深いところでもボトムを取りやすいです。ノーマルタイプの単体使用で対応しきれないときに使ってみましょう。ティップラン用。船からのエギング重宝の一つ、ティップランで使われる専用のエギがあります。3号で 25g、3.5 号で 30g 前後とヘビーウェイト仕様なのが特徴です。円筒が効き、ラインアイがヘッド上部にあるので、アクションさせた時に海底から離れにくくなります。胴付き仕掛け用のエギスッテ。胴付き仕掛け用の重りがないタイプのエギです。サイズは 2.5 号から3号前後でカンナが大きめです。通常のエギシェイプのもの以外にウェイト内蔵タイプのものもあります。比重的には水中に漂うサスペンドタイプが主流です。揃えておきたいカラーのまとめです。アピールカラー。コウイカは色の見分けはできませんが、コントラストの感知力は高いです。エギを目立たせるには水色と反対色、補色を選びましょう。青っぽい水色ならピンク、緑っぽい水色ならオレンジ、暗い水域なら白というイメージです。夜釣りにはグロー、夜光カラーも有効です。ベイトカラー。基本的にエギは目立たせた方が良いのですが、コウイカはベイトフィッシュを追って回遊してきた場合には、ベイトフィッシュをイミテートしたカラーが有効です。特にボディの乱反射によるフラッシング効果が期待できるカラーは日中に効果的です。主なポイントは餌場。ポイントを探していく上で、まず頭に入れておきたいことは、コウイカは普段捕食のために回遊しているということです。地形や潮の動きに合わせて餌となる小魚やエビ、シャコなどの甲殻類がたまりやすいところを探しながら刻々と移動しているというイメージです。基本的に単独で行動することは少なく、小さいながらも群れを形成していると考えられます。つまり高ポイントの条件となるのは、餌となる小魚や甲殻類が豊富に生息していることです。これは海底の地形や潮の動きに左右されますが、海面上から見るだけでもおおよそは判断できます。漁港であれば潮当たりの良い堤防先端部や外向きコーナーの付近などです。周囲に反転流やよれが発生し、餌が溜まりやすいところが狙い目です。基本的に外側が高ポイントになりやすいですが、港内でもベイトフィッシュが入り込んでいれば高ポイントとなります。特にミオ筋付近は港内でも最深部となるので、コウイカが郊外から入り込みやすいです。また夜の常夜灯下はベイトフィッシュがつきやすく、水面下で餌を追うコウイカが目視できることもあります。ここも一級ポイントと言えます。一見変化が少ない埠頭、岸壁でもコウイカが集まりやすい高ポイントはあります。漁港同様、潮がよれる場所がそれにあたりますが、潮よれは刻々と移動するので、目の前で発生した時は間髪入れずに狙ってみましょう。漁港や埠頭では海底の捨て石の状態も要チェックです。砂で埋まっているよりも捨て石がバラバラと入っている方が海藻が繁茂し、小魚や甲殻類もつきやすいです。磯であれば湾道の出入り口や岬の塩霜側が反転流やよれができやすいところです。干潟エリアでは全体に水深が浅いので、できる限り深いところを探してみましょう。護岸されているところや突堤などが狙い目です。ただし産卵期については、コウイカは通常とは異なる動きをします。産卵場を求めて浅場にある海藻が繁茂するところを回遊するようになります。産卵期はそれ以外の時期と比べて群れが小さく分かれてしまうので、数を釣ることは難しくなります。
反面、ペアリングしている場合が多いため、2杯続けて釣れることがあります。産卵期は、この産卵回遊の中に捕食回遊が組み込まれると考えればいいです。具体的には、海藻の有無がキーポイントになります。コウイカは、カジメやホンダワラなどの海藻が繁茂している産卵場の近くで捕食活動を行います。なお、コウイカ釣りでは、時間帯や潮の動きによっては、実績のあるポイントであっても、超過が伴わないことがあります。つまりは、実績ポイントイコール回遊ルート上の1地点ということになります。いつでもコウイカがそこにいるわけではありません。当たりが出ない場合は、どんどんポイントを探っていった方がいいです。特に、好試合となるマズメ時は、時間を有効に使いましょう。ただし、夜釣りに限っては、常夜灯周りで回遊を待つのも手堅い方法です。コウイカ狙いのポイントのまとめです。コウイカのポイントを探す場合、まずは水深5メートルから10メートルラインを目安にするといいです。海底は砂泥地底で潮がほどほどに通すところになります。漁港では堤防外側全域と先端部、港内にある三代筋などの深場周りになります。足元から水深がある埠頭であれば、沖だけでなく足元直下でも狙うことができます。磯場では湾道の沖向きや岬周辺が狙い目です。なお、コウイカは夜になるとさらに活動範囲を広げて、明かりの下で活発に餌を追う習性があります。特に闇夜の日は常夜灯の下が一級ポイントになります。小磯では反転流やよれができやすいところがポイントです。堤防は潮通しの良い先端やコーナー付近が有望です。潮の流れが速いエリアでは港内もポイントになります。海底の地形変化である三代筋はコウイカが足を止めやすくなります。水深の浅い干潟で常夜灯の下は満潮時が狙い目です。常夜灯の下は夜釣りの高ポイントです。水深が深い埠頭では足元狙いも可能です。特に次のようなポイントは重点的にチェックしてみましょう。潮がよれる場所。コウイカは海底の地形だけでなく潮の動きにも敏感で回遊しながら餌を追います。潮目も含めて足元で小さなよれができているところは見逃せません。三代筋。漁港の出入り口となる三代筋は周辺で最も水深が深いです。周囲は地形変化に富み、潮の流れも複雑です。回遊しているコウイカが足を止めやすくなります。港内。潮の流れが速い海域にある漁港などは、港内でも潮の流れが強く、コウイカが餌を取るために入り込んできます。特に水深がある漁港内が狙い目です。ポイントに合わせた仕掛けを使い分け。攻めるポイントに合わせて仕掛けを使い分ければ、釣りそのものが簡単になります。仕掛けの使い分けのキーポイントは潮の速さです。つまり、エギを落ち着かせられるかどうかが鍵となります。潮の流れが緩やかならば、エギ単体仕様のノーマル仕掛けが当たりが出やすいのでおすすめです。しかし、潮が非常に速く、エギ単体仕様のノーマル仕掛けでは、海底につけられない場合は、最初から胴付き仕掛けにするのが手です。水深10メートルまでならば、4号重りで十分着底させられます。潮が速く、ノーマルエギでは海底に着底させづらいですが、時間をかければ着底させられるといった状況では、エギにリードワイヤーを巻いたりすることで対応できます。潮が速い時間帯だけでボトムのズル引きで対応する場合、スナップで重りをラインアイにぶら下げるといいでしょう。仕掛けの使い分け方のまとめです。潮流が速いポイント。堤防先端や水深のある埠頭などでは胴付き仕掛けが有利です。胴付き仕掛けでも流される場合は足元狙いに切り替えるのも手です。潮流が遅いポイント。沖にキャストして着底するならノーマルエギの方が当たりが出やすいので有利です。潮流がやや速いポイント。
ティップラン用のエギやシンカーを追加したエギを使用すれば、スローに海底を引くことができます。各仕掛けにおけるエギのセッティングを紹介します。ノーマル仕掛け。エギ単体使用の場合は、ラインのリーダーにエギを直結します。ノーマルタイプやディープタイプ、ティップラン用のエギでノーマルエギングやズル引きをする場合は、このセッティング方法を取ります。スナップを返さないことでアクションにキレが出ます。エギのローテーションを頻繁に行う場合は、スナップをつけておきましょう。外付けシンカー仕掛け。ノーマルタイプのエギでは対応しきれませんが、胴付き仕掛けを使いたくないという場合は、シンカーを後付けして対応します。少し重くするなら、リードワイヤー、糸重りを巻き、しっかり重くするなら、スナップでシンカーをラインアイにぶら下げてみましょう。胴付き仕掛け A。胴付き仕掛けの基本形は、エギを結ぶ先糸は 20cm、親子サルカンから重りは 50cm が標準です。重りが着底してもエギは宙に浮くので自然なアクションを演出でき、根がかりも軽減できます。キャストする場合にも足元に落とし込む場合にも対応できます。胴付き仕掛け B。エギを親子サルカンにダイレクトに接続する方法です。自然なアクションは損なわれますが、飛距離が伸びるだけでなく、キャスト時の糸絡みが大幅に軽減されるメリットがあります。足元狙いでは、エギを震わせるような微細なアクションがつけられます。海底でアクションをつける。コウイカは海底付近が主な生活範囲なので、エギを海底付近、海底から上層1メートルくらいでアクションさせる必要があります。もちろん海底よりも上層を泳いでいることがありますが、当たりが出るのはやはり海底付近に集中します。海底付近でしっかりとアクションさせるためには、使用する仕掛けに応じたロッドアクション、リトリーブアクションを使い分けることが大切です。まず、ノーマルエギングの場合は、エギを着底させてからジャーク、しゃくり上げ&フォールを繰り返します。ドラグ強度はアオリイカを釣るときよりも締め気味にしておきましょう。コウイカの足は太く強いので、右手でバレる心配はほとんどありません。重要なのは、ジャークした後に毎回再着底させることです。エギが上方向に向かい始めると当たりが出にくくなります。当たりが出るのはジャークしてからのフォール中、もしくは着底後になります。当たりは基本的に小さいです。フォール中に出る当たりは引き出されていたラインが止まるくらいで、海底に静止させている時でも小さく抑え込む程度です。違和感を感じたらすぐにラインを張り気味にするとグイグイとした手応えを感じ取れます。外付けシンカーをセットしてのズル引きでは常に海底の抵抗を感じながら引き続けましょう。潮が速い時などはエギが浮き上がったままで海底から離れたところを引いている場合があります。ズル引きのスピードは遅いほどいいです。時々ストップさせてやることで、コウイカにエギに抱きつく間を与えることができます。ズル引きでの当たりは重く感じるだけであることが多いですが、そのままスローに引き続けると、グイグイといった感触が伝わってきます。胴付き仕掛けの場合は、重りが着底しているときは常にラインを張り気味にしておきましょう。こうすることで、エギはそこから少し上の層でナチュラルに漂っていてくれます。アクションを加える場合は、ロッドを大きく煽って高く跳ね上げます。急激にロッドを煽るだけではアクションがしっかりと伝わらないので、一定の強さでロッドを大きく煽ることが重要です。なお、ドラグ強度はノーマルエギングよりも締め気味でいいです。強くしゃくった時にドラグが滑らないようにしておきましょう。胴付き仕掛けでは当たりはエギを静止させた瞬間に出ることが多いです。ラインを張り気味にして待っていると竿先がグイグイと引かれたり、それが手元まで伝わってくるので当たりは明確に現れます。3通りのスタイルの基本的な釣り方を解説します。ノーマルエギング、ズル引きエギング、胴付きエギングの3つの釣り方を駆使できれば、あらゆる状況でコウイカを攻略できます。
ノーマルエギングは高活性のコウイカをアクションで誘います。当たりはフォール中、もしくはエギが着底した時がほとんどですが、時には水面までエギを追ってくることもあるので油断しないようにしましょう。ズル引きでは海底から離れない低活性のコウイカがターゲットになります。時折ストップしてコウイカがエギを抱く間を与えてやることが大切です。胴付きエギングは重りを重くすることで潮流が速い時にも対応することができます。重りを着底した後、エギが沈んでいく時の当たりが多いです。ラインを張り気味にして当たりを感知しましょう。ロッドワークの基本も大切です。エギをキャストしてから着底するまでの間は、ラインが風に流されないよう、竿先を水面に近づけて、水面上に出るラインをできるだけ少なくしましょう。しゃくるときは、ラインを張った状態からロッドを大きく煽ります。胴付き仕掛けの場合は、しゃくるというよりも大きく移動させるイメージで操作しましょう。当たりを待つときは仕掛けを止めて、竿先に伝わる当たりを感じ取ります。この時、トップガイドの位置を目線と同じにすると当たりを目視しやすくなります。3通りのスタイルの基本的な釣り方のまとめです。ノーマルエギング、ジャーク&フォールのダートアクションで誘います。毎回着底させることが重要です。当たりはフォール中もしくは着底時に出ます。ズル引きエギング、スローリトリーブのみで海底を引きずってきます。時々ストップを入れてコウイカがエギを抱く間を与えてあげるといいです。胴付きエギング、一旦重りを着底させたら1メートルほど誘い上げて下ろすことを繰り返します。重りが着底してからエギが沈んでいくときにコウイカが抱いてきます。墨を履かせて取り込む。コウイカはアオリイカに比べて足は短いですが太いです。針さえしっかりかかればまずバレることはありません。当たりを感じたらすぐにリーディングでラインのたるみを取り、ロッドを水平の状態から真上まで大きなストロークで強く合わせましょう。合わせが決まったらずっしりとした重量感が乗ってくるので、すぐにロッドを立てた状態で巻き寄せにかかります。決してポンピングせずに一定のラインテンションを保ちながらロッドを曲げ続けてリーディングします。コウイカは重量感はありますが、逆噴射は弱いので、やり取り中にヒヤヒヤさせられることはさほどありません。足元まで寄せてきたら、できる限りラインを巻き取り、ロッドとラインの角度を直角に近づけて、ゆっくり水面上へ持ち上げ、そのままクレーン車のごとく体を横回転させて護岸の上へと誘導します。あとは地面にゆっくり置けばいいです。ドスンと落とすと多くの墨を剥かれてしまいます。防波堤の上で墨を剥かれないようにするには、コウイカを水面上に抜き上げたときに、一度護岸の壁面にコウイカをぶつける方法もあります。そこでブシューッと墨を吐かせて、堤防上で吐く墨がない状態にします。水中で墨を吐かせても、海水を吸い込んだら何度でも墨を吐くことを知っておきましょう。抜き上げたらエギを外し、しべ具を使って息締めしておきます。コウイカはアオリイカと比べて頭部がかなり小さいので、締め具があった方が締めやすいです。あとは墨で汚されないように密閉袋などに入れてからクーラーボックスに収納しましょう。なお、抜き上げが困難な大型のモンゴウイカなどがヒットした場合は、玉網で取り込んだ方が確実です。コウイカ類はギャフではかけにくいので、玉網の方が取り込みやすいです。コウイカには甲の先端部分に 5mm ほどの角があります。ビニール袋に入れるなら、プライヤーで角を折ってから収納すると穴を開けられずに済みます。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。